さて、新たな美少女版ハデスが早期アクセス開始で大好評とのことで、このゲームは買いなのか、今回は魔女の庭ガーデンオブウィッチーズの紹介を行います。こちらとにかく敵を倒し、どこまで先に行けるか、あるいはボスを倒すことを目標とするローグライトなハクスラゲーです。この手のゲームで近年ヒットしたのがハデスであり、それに準じて作られている作品が多々あります。繰り返し遊ぶことを前提に作られており、遊べば遊ぶほど経験値的なポイントがたまり、主人公の基礎能力を上げられます。攻撃力だったりヒットポイントだったり、ダッシュ回数を増やすとか、一回復活できるようになるとかです。それにより次のプレイではより先に進めます。同時にボスが強めの設定というのも特徴で、しかしプレイヤーの腕が良ければ勝てるバランスにもなっています。激しい敵の攻撃パターンも繰り返すうちに覚えることができ、被弾も減ります。よって基礎能力アップに加え、プレイヤー自身の成長も合わさり、何度倒されようといずれ誰でもクリアできるというのがハデス系です。加えてプレイヤーの腕のみが試されるハードモードが大抵あるので、やり込み派の人も満足できます。ここら辺はソウルライクの面白さと同じです。難しい敵の攻撃を全てさばいて倒した時、その達成感は半端ないというものです。次にローグライトということで暫定的なランダム能力を得ながら先に進むという特徴があります。1回のプレイで強力なスキルを積み重ね、ステージ最後にはハクスラゲーの一つの構成が出来上がるイメージです。それと遊ぶほど新たな能力がアンロックされていき、それだけ多彩な戦闘が可能になります。短い時間で快感を得やすく、毎回異なる構成で遊べるというのがこの手の作品が受けている理由です。ここで今作魔女の庭はハデス風でもあり、ゲームの流れや遊ぶ感覚はとても似通っています。景観や色合い、美術面は超美麗です。ハデスが好きな方はさっと入れることでしょう。何よりの特徴はこの可愛らしいデフォルメ調のキャラクターたちです。皆魔女であり、毎回誰かが様子がおかしなことになったりして主人公と戦います。倒すと説得したことになり、最後は全員でお茶会をし、次の章に進みます。また会話での1万円以外のゲーム画面内で動くキャラが細かくアニメーションし、表情豊かでとても可愛いです。主人公はぬいぐるみっぽい魔女で、表情があまりなさそうでそうでもなかったりと、これまた魅力的です。武器はでかいハサミを振り回し、アクション面のクオリティも高く、攻撃中でもドッジは可能のため、攻撃キャンセルでキビキビ動けます。ただしハデスライクのため、ドッジにはクールタイムがあります。ボス戦はそれでバランスを保っています。常にドッジしまくるのではなく、重要な攻撃でドッジする必要があります。永続強化でドッジ可能回数は増やせるため、それでぐっとボス戦は楽になります。それとハデスは倒されてしまうたびに街に戻り、NPC と交流を行い、別途何かがアンロックされるという要素はありますが、魔女の庭はそれは採用していません。倒されたら自分の家に戻り、そこで永続強化や難易度と武器の変更が可能です。あとはアクト制であり、章が進むと今までのステージが長くなり、ボスが強化されます。アクト1はチュートリアル的で、全ての魔女ステージを簡単に通過できますが、章が進むほど難しくなります。見た目的には相当ボス戦は激しいです。ただなんだかんだで永続強化が強力で、ボスから攻撃を多少もらってもゴリ押しでいきます。特に最後のボスは正直わからん攻撃が多く、ハードモードクリアには相当覚える必要があります。このバランスはモバイルにも対応しているというのが理由にありそうです。あまりに細かい移動を求められると携帯端末では操作しきれません。あくまで心地よく気軽に遊べるということを重視したバランスにも感じます。それと何度も倒されるのが前提のゲームですが、道中のストーリーも同じものが再生されます。早送りできますが、いっそ全スキップ可能になるとよりテンポが上がりそうです。現状は早期アクセスのため、今後どんどん調整が行われていくのでしょう。最近のローグライトものはバンサバ系が多くなっており、ステージ自体も選択式のものが多いです。同じステージ繰り返し形式はバンサバが流行る前に主流だったローグライト形態で、その後出たハデス2は1作目ほど人気は出ていません。なるべく同じ繰り返しはない方がユーザーの感じる負担は減りそうです。とはいえ魔女の庭は道中の雑魚的ステージがとても短く、その部分においてはテンポは超良いです。2、3回の雑魚部屋を終えた後ボス戦です。もはやボスラッシュモード的でもあります。章を進むほどもっと雑魚部屋は増えるのかもしれませんが、それでも一部屋があっという間に終わるため快適です。
デフォルメでとても可愛らしいデザインの新たなハデス系を遊んでみたい方はチェックしてみてはいかがでしょうか。早期アクセス開始日は2025年5月23日で、Steam では 95% に非常に好評190件ととても評判が高いです。価格は現在 20% 割引の1760円となっており、PC のほか Android、iOS にも発売されています。そして今後新エリア、ボス、エンドコンテンツの追加が予定されています。このゲームは登場する魔女がボスなので、また新たな可愛いキャラが投入されるのでしょう。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。魔女の庭。難易度は3つありますね。じゃあノーマルで。始まった？本をめくっていくのかな？それっぽいね。遥か遠い昔、魔女が生まれた。夢の魔女が現れた。夢の魔女は自分の世界にね、他の魔女を招待したと。そしてその場所を庭と呼ぶようになった。これが主人公かな？主人公魔女なんだね。ここから移動できますね。強化。これは映像アップグレードかな？どんどんステータスが増えていきますと。未公開コンテンツ。他には、ストーリーを確認。難易度変えられんの？チャプターも変えられる。全部で第6章かな？お次は、チュートリアルかな？画面の左が今、ルート進行ですかね。報酬を受け取る。早速、3つの中から1つの能力を選ぶ。奇襲は最も強力な敵の背後に移動して、周りの全ての敵を攻撃する。さらに、ハサミ強化 50% 獲得。クールタイム6秒。なかなか強そうだね。真ん中は人形召喚。敵を3回攻撃する小さな人形1体召喚。クールタイム5秒。右はなぎ払い。周りの敵全てを攻撃。クールタイム12秒。クールタイムごとに発動するのかな？奇襲にしてみよう。ハサミ強化とは、ハサミのダメージ量が増加すると。A でどっちかな？クールタイム3秒ぐらい。あと蓄積するのかな？これで切る。あ、振りがいいね。重たげだ。かなり。で、Y がスキルかな？今は使えない。敵か？お、なんだこら。歯みたいな敵が。ほら。敵がいつ攻撃してくるんだ？モーション取ると。攻撃してきますね。なんかエリアが表示されるとか、そういうわけではない。で、今んとこ、ノックバックしますね。攻撃すると。報酬受け取り。さらに、ランダム能力ですね。どれにするか。反撃。ほとんどのダメージを防ぐ。攻撃を防ぐと、すべてのダメージが無効になる。クールタイム16秒か。真ん中は糸車。召喚系かな？右は針投げ。飛び道具ですかね。糸系だね。この2つは。じゃあ糸車。これにしてみよう。割り当てるんだ。じゃあこれで。で、ステージを選ぶんですね。どちらに行くか。こっちはハサミ。内容が確認できて済んでしまった。ハサミは先頭かな。まず Y。背後に回ってみた。背後攻撃が決まったのかな。さらに、糸車。敵多いね。さあ、召喚技。設置技のようだね。回り込んで。かなり快適だな。そしてハサミ報酬。これは能力か。これはハサミの威力を上げるのかな。アビリティというよりはね。クリティカル命中時かな。すべてのクールタイムスキルのクールタイム1秒短縮。クリティカル系を上げると良さそうだね。で、これにしよう。さあ、さらに上。これは回復っぽいね。アイコン的に。報酬受け取り。パッシブ特性、もしくは回復。で、パッシブ特性。現在のライフはどれだ？クールタイム減少。画面中央下かな？ライフは。50分の48。背景は壊せるけど、なんか登場したりするのかな？で、ボスっぽいね。魔女か、ボスは。ぬふふ、酔っ払っている。知り合いの魔女か。戦闘になれそうだ。酔っ払っていて。よし、くらえ。はい来い。エフェクト強力だ。設置来い。これは、回避するしかないのかな。ワープしてきた。やられた。意外と難しいぞ。超はこれ消せないの？近寄ると爆発するんだね。ほら、今チャンスだ。いけ。設置技。くらえ。危ない。これ中に入ると。もらったな。
切ってる最中もどっちできるからね。まあ、いつでも回避は可能ですね。おお、逃げろ。やったか。さあクリアだ。次はなんだこいつは。お、カカシ風の魔女か。アビゲイル。危ない。暗い。糸車。パターン的には避けた後にね、また内側に避ける必要があるみたいな、そういう攻撃が多いですね。そのパターン覚えよう。こういう場合ね。よし、やったー。お、レストインピース。なんか現れた。ああ、双子のメイド魔女が。双子かどうかわかんないから。ここはどんな手が出るんだ。ウサギ系か。あ、演奏している。逃げろ逃げろ。ほら。あ、いいね。お茶会 BGM みたいで。海猫の。わあ、すごい。これは活かしてるな。めちゃめちゃマッチョな何か出てきた。危ない。よし、勝負だ。うわあ、あ、なんだ。踏ん張ってる。ほら。やったか。勝ったぞー。うわあ。雲の中。いや、雲に乗ってるだけだ。うわー、やばい。うわー、やられたー。まだ足りなかったか。そう。これはクリア報酬かな。コインがたっぷり。手に入りましたね。新しいタグ。花、鳩、地。さらに、新たな能力のアンロックかな。蝶々歩き。移動速度アップか。これ助かるだろうね。結構避けるのが重要なゲームだから。闇のオーラ。鳩召喚。吸血。さあ、拠点に戻ってきた。じゃあ強化しましょうか。上から取っていくんですかね。移動速度アップ。アップグレード。下に進んでいく形なんだ。こっちはライフに攻撃回数増加。攻撃能力も重要だ。さらに移動速度アップ。あ、攻撃力も上がりますね。ダッシュ最大チャージ回数。これ増やそう。これがあればね、相当楽だね。早速使ってみよう。蝶々歩き。こんな感じだね。かなり速い。で、爆破すると。で、基礎能力上がってるから、超サクサク進めますね。ボス戦はまた同じ繰り返しのようだね。スキップも効くから。さっと進むかな。おー、なんだこら。うわ、近くない。あ、なんだこら。よくに行く。攻撃がわからん、暗くて。なんか、宇宙船みたいなのが始まった。ああ、なんだこれ。今までと、避け方が違う。ああ、足元に黒い何かが。これ避けんのかね。うわ、むずい。アンダーテールのね、壮大なラスボス戦みたいな感じだよ、今。うわー、あ、やられた。あれどっちだ。やったのがやられたのか。なんかやったっぽいな。アクト2。次はどうなるんだ、一体。次はシナジーシステム。同じ種類のタグを2か4か6集めると新しいシナジー効果。まあ、強くなります。タグを見て判定するといいんだね。6つ集めるとさらに強力な効果。そう、再びカボチャステージ。敵は一緒ですかね。今回道が複雑になってきた、多少。うん、ボス戦へも長くなってますね。またやっぱり同じ形状のボス戦だね。それは強くなるのかな。と倒せましたね。いや、第二陣があった。ああ、なんだ。あ、何度か勝った。うわあ、これいきなりアクト2から難しくなりますね。そう、再びウサマッチョが超強力になるんですかね。うわあ、あれ、見た目変わってる？なんかウサギというよりは猫っぽくなってる。おお、強化されていく。肉が、うわー、なんだこれ、激しい。あー、やられた。無念。これやられた時の瞬間が本に収まらないね。魔道具システム。何かな。好きな魔道具。アクセサリー的な感じですか、これは。これが魔道具。それっぽいね。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。